皆さんこんにちは。今回は山形県赤湯温泉松島間をご紹介します。赤湯温泉の開湯は約930年前の平安時代。江戸時代には米沢藩主上杉鷹山が湯治に訪れたことで知られています。赤湯温泉松島間は大正初期創業の老舗旅館で、全8室のプライベート感抜群の温泉宿です。山形新幹線赤湯駅からタクシーで数分、東北中央自動車道南陽高畑インターチェンジから約5分とアクセスも良好です。今回は松島間の温泉半露天風呂付きのお部屋に宿泊しました。この動画では宿の概要、お部屋、貸し切りのお風呂、夕食と朝食まで松島間の魅力をフルレビューします。見どころたっぷりの動画となっていますので、ぜひじっくりとご覧ください。松島間に到着しました。宿の歴史と概要をご紹介します。かつて米沢藩主上杉鷹山が湯治に訪れ、日本の桜100選にも選ばれた烏帽子山公園と、ワインの産地として広大なブドウ畑が広がる自然豊かな赤湯温泉の中心部に松島間はあります。松島間の創業は大正初期、松五郎夫婦が小さな旅籠の宿を開業したのが始まりとされています。その後何度かの改修を経て、現在の松島間は全8室のプライベート感抜群の温泉旅館となっています。松の植栽も見事な純和風の入り口から館内に入ってみましょう。入ってすぐのところには庭園がありました。こちらはロビーです。素敵な雰囲気のロビーではだるまさんがお出迎え。館内は平屋造りですが意外に広くなっています。これから館内の施設をご紹介します。まずは別棟にある貸し切り風呂へ向かいましょう。廊下や仕切りの扉の雰囲気がとにかく素敵です。こちらは貸し切り風呂の手前にある談話室。最も広い共用スペースになっていて、湯上がりどころとして利用されています。そしてこちらのお部屋に来ると硫黄のいい香りがしています。この奥は貸し切り風呂ですが、後ほどご紹介します。フロントに戻って今度はお部屋のある本館をご紹介します。こちらの通路の右側は食事会場になっています。中庭に面していて洋風のとても素敵な食事会場になっています。ではさらに奥へ行ってみましょう。途中にあるのは貸し切り風呂の内湯と露天風呂ですが、こちらは後でご紹介します。貸し切り風呂の間にはもう一つの談話室がありました。こちらは小さめですが同様にレトロな雰囲気ですよね。さらに奥には客室があります。客室は全8室、うち3部屋が半露天風呂付きです。お風呂のついていない通常客室が4部屋、洋室が1部屋となっています。どのお部屋も2間以上の広いお部屋で、いずれもダイニングがついていて、希望すれば朝食も夕食もお部屋でいただくことができます。なお、洋室のお部屋はセミダブルベッドのツイン、その他のお部屋は和室に布団となっています。途中、ライブラリーがありました。長い廊下の突き当たりに今回のお部屋がありました。ロビーのソファに座ってドリンクをいただきながらチェックインです。
今回のプランはスタンダードなプラン。宿泊費は最後に公開します。チェックインは3時、チェックアウトは11時となっています。施設の説明をしてもらいながらお部屋まで案内をしてくれました。お部屋に入ってからさらにお部屋の設備についても丁寧に説明をしてもらいました。それではお部屋レビューです。はい、今回のお部屋はこちらの漆というお部屋になります。半露天風呂付きのお部屋ということになってます。鍵はね、こんな感じの鍵になってますね。玄関はこんな感じの畳ではなくて細かい編み込みのようなそんな感じのね床になってまして、玄関からこちらのダイニングルームにつながっているということになってます。まずこちら側にトイレがあるんですけども、トイレはこんな感じになってます。全体にねかなり広めのトイレスペースになってまして、奥にはウォシュレット付きの一般的なトイレと、それからねこちらには男性用のトイレがねありますね。この形のね男性用トイレというのはね結構珍しいかもしれません。そしてこちらがダイニングということになります。食事に関しては希望すればね夕食もこちらでいただけるんですけども、今回は半個室の食事会場でいただくということにしました。こちらには水場がありますけども、こちらがシンクですね。そしてこちらがコーヒーカップですけども、非常におしゃれな感じのコーヒーカップが並んでますね。そしてこちらにはお茶碗とグラスが並んでます。茶碗もね非常におしゃれな感じの茶碗になってます。下にはねお茶の葉と急須がありますね。こちらにはポットとドリップコーヒーが用意されてますけども、こちらがコーヒーですね。炭焼きとベーシックロースト、スティック状のねインスタントコーヒーもあります。下には冷蔵庫ありますけども、冷蔵庫の中にはね特に何も入ってないということになってます。こちらのダイニングからもねこんな感じでちょっとした植栽のような庭園のようなそんな感じの景色が見えるようになってますね。テーブルの上には紅茶のセットが置いてありました。そしてこちらから洗面とお風呂に行くことができます。こちらが洗面ということになってますけども、まずこちらにはバスタオルとフェイスタオルがありますが、フェイスタオルはねこんな感じですね。洗面はねシンク一つの洗面になってまして、こちらにアメニティがねひげ剃り、ヘアブラシ、シャワーキャップ、あと歯ブラシが用意されてます。それからポーラのね、女性用の化粧品ですね。ステロワイエというブランドの化粧品が用意されてますね。でこちらにはドライヤーと上には綿棒やコットンがあります。さてそれではお風呂に行ってみたいと思います。そしてこちらがねこちらのお部屋の売りの一つであります、温泉の半露天風呂ということになります。手前にこう階段がありますので、こちらはちょっと気をつけておりながら、こちらのね非常に素敵な感じのお風呂と、それから周囲には窓があって、そして上の方はねこんな感じで木造りの雰囲気といいますか、そんな感じになっていて、全体の雰囲気はね非常にいいお風呂ですよね。お風呂はね石造りのお風呂になってまして、一人であればねかなりゆったり入れますし、2人でもね十分に入れそうな感じの結構広めのお風呂となっています。そしてお風呂からはねこういった形で庭園の景色を見ながらお部屋でゆったりとお風呂に入れるという感じになってますね。お湯ですけども、源泉かけ流しということで結構厚めのお湯になってまして、こちらの蛇口でね加水をしながら入るようなそんな感じになってます。お湯自体は無色透明で匂いもねほとんどしないようなそんな感じのお湯になってますね。そしてこちらにはね洗い場が一つ用意されてます。こちらにはポーラのシャンプー類が用意されてます。それではねこちらからお部屋に入ってみたいと思います。そしてこちらがね漆のお部屋ということになります。基本的にはねこちらに布団を敷いて夜は寝るということになりますけども、和室の10畳のお部屋ということになってます。まずねちょっと奥の方まで行ってみたいと思いますけども、奥まで来ますとこんな感じの景色が広がってます。窓を開けますとこんな感じになってますけども、中庭のまさに日本庭園の景色をこちらの漆のお部屋から見ることができるというふうになってます。
非常に落ち着くようないい景色ですよね。そして窓側からお部屋を見ますとこんな感じになっています。全体の雰囲気は昭和を感じさせるような少しレトロな感じの和室の雰囲気なんですけども、使われている木材とか畳なんかは非常に新しくなってまして、全然ね古さを感じないお部屋になってます。こちらには立派な床の間がありますね。そしてこちらの障子を開けますと、実はこちらにはテレビが隠れてます。そしてこちらがクローゼットですね。クローゼットはこんな感じになってまして、下の方には浴衣がありますけども、浴衣はこんな感じのね絵柄で、その下には羽織が用意されてますね。それから足袋と、そしてこちらには床具があります。床具はね使いやすいので嬉しいですよね。こちらには金庫が用意されてます。そして真ん中にはテーブルと座椅子が用意されてますけども、こちらの座布団もすごいふかふかの座布団になってますね。お茶菓子は山形のお菓子の南女鍋ですね。南女鍋はねこんな感じのもなかのようなクッキーのようなそんな感じのお菓子ですね。ということで松島館の漆のお部屋でした。はい、それではお部屋のお風呂入ってみたいと思います。お部屋のお風呂入ってみましたが、やっぱりとても広くて、足を伸ばしても大丈夫なぐらいの広さありますね。高級感のある石の湯船でこんな感じで段差がついてますので、半身浴のような感じで入ることもできるお風呂になってます。外にはねこんな感じで庭園といいますか植栽が見えまして、結構ねいい感じで木が生えてまして、今春なんですけども新緑の葉っぱが綺麗に見えてます。紅葉の時期なんかもね綺麗に見えるのかなというふうに思いますけども、こんな感じで窓が開きますので、半露天風呂のようなそんな感じの入り方もできるのかなというふうに思います。お湯についてはこちらの、ちょっと変わった感じのね石の湯口のところから出てきまして、源泉 100% かき流しということですけども、やっぱりね源泉は60度近くありますのでかなり厚めでちょっと触るのが難しいぐらいなんですけども、お湯については無色透明のお湯で、ほんのりとね硫黄の香りがするようなそんな感じの透明なお湯ということになってます。 pH もねほぼ中性に近いので、上品な感じの硫黄泉ということになってますね。とても入りやすいお風呂になってます。これぐらいね広さがあって開放感のあるお部屋の温泉にいつでも入れるというのは嬉しいですよね。貸切風呂をご紹介します。まずは別棟とちり屋。こちらの札を裏返して中の鍵をかけます。はい、こちらがねちょっと離れたとちり屋という貸切風呂の脱衣スペースになります。貸切風呂ですので、カゴが2つくらいのね脱衣スペースになってますね。こちらには大きめのシンクのね洗面も用意されてます。こちらが温泉の成分表ですけども、源泉名は赤湯温泉、岩硫黄ナトリウムカルシウム塩化物泉、 pH が 7.3 で泉温は60度ということになってます。そしてこちらからお風呂に行くことができます。こちらが貸切風呂とちり屋ということになります。このお風呂が一番ね源泉に近いお風呂ということで、硫黄の匂いもね強めにしていますね。湯船自体はねこんな感じのタイルと石でできたような丸い楕円形のお風呂になってまして、2人ぐらいゆったりと入れるぐらいの大きさになってますね。源泉がねちょっと厚めということで、こちらでね加水をして入ることもできます。奥の方にはね洗い場が見えてますけども、こんな感じで周り全体は木造りの雰囲気で、小さめの窓があって、なかなかねこのランプもねちょっと暗めでいい雰囲気になってますよね。源泉はこちらから出てまして、源泉 100% かけ流しということになってます。続いて貸し切りの内湯ぬくもり。はい、こちらが貸し切りの内湯ぬくもりの脱衣スペースですけども、
こちらもやはりね、カゴが2つぐらいの狭めの脱衣スペースになってます。こちらには洗面がありますね。こちらが内湯のぬくもりということになりますね。こちらのお風呂も石造りの広い湯船と、それから周りのこんな感じのね、木造りの雰囲気、なかなかいい雰囲気のお風呂になってますよね。こちらからはね、外の景色を見ることもできますし、窓を開ければね、少し半露天のようなそんな感じにもできると思います。そしてこちらには洗い場が一つしっかりと用意されてますね。最後に貸し切りの露天風呂純。はい、そしてこちらが貸し切りの露天風呂純というお部屋の脱衣スペースとなります。こちらはね、若干広めではありますけども、それでもね、やはり 2,3 人分の脱衣スペースということになってます。そしてこちらには洗面がありますね。こちらのパネルヒーターもね、嬉しい配慮ですよね。外にね、露天風呂見えてますけども、手前側にはね、こんな感じで洗い場が用意されてます。そしてこちらが貸し切りの露天風呂ということになります。湯船はこんな感じの、1人あるいは2人ぐらいはゆったりと入れそうな、本当にもう石造りといいますか、岩造りの湯船になってまして、屋根はかかってますけども、こんな感じで奥の方が開放されてるという感じで、開放感もね、十分にあるのかなというふうに思いますね。非常に満足感のあるお風呂になってます。お楽しみの夕食の時間です。今回は会場でテーブル席でした。美味しい。濃厚。すごいね、やっぱ赤湯はね、ワイナリーがいっぱいあるから、いろんなこの地元のね、ワインがいっぱい。プレミアムモルツだよ。じゃじゃん。噛み合わって、きめの細かい泡が出るようにサーバーがそういう風になってる。そうなんだ。細かいよこれ。ホタルイカのポン酢ジュレでございます。さあいただきま美味しす。そうです。すごい。器も冷やしてる。すごい。本当だ、冷たいね。冷たいよ。冷たいものは冷たく。ジュレがこう絡んでいる。ホタルイカプチプチしてて美味しい。ちょっと生姜も混ぜて食べてみよう。お上品な前菜ですね。生姜混ぜるとまたさっぱりしてて。このジュレが結構さっぱりした味の。美味しい。桜マスを桜の葉で巻いて銀あんかけにしたものでございます。わさびの香りがすごい。巻いてる。これすごい手が凝ってる。このあんがさ、この濃度がすごいこうとろっとしてるから、すごいこう食材にこう絡まる感じがするよ。巻いてるってそういうこと。ほら、中にわらびとか入ってるんじゃないですかね、これ。本当だ。すごいです。これでもさ、薄くスライスしないとできないよね。すごいね。うまっ。このあんがすごくしっかりしてて、この絡み具合がいいね。中までしっかり味が入ってるよ。わさびもいい。この香りが最高。わさびの香り。わさび美味しい。わあ、美味しそう。エビともずくのお吸い物やってきました。エビの出汁が効いてんじゃないこれ。ちょっと汁を。美味しい。美味しい。もずく一口でいける感じ。
ここでねちょっとねこのお吸い物が薄味できてるんですよ。さっきはしっかりした味だったけど、今度は薄味でこうさっぱりめに。美味しい。バランス考えてんだろうな。そうね。あ、磯の香りがするね。エビさんです。エビプリップリだよ。こちらはタコ、ヒラメ、マグロでございます。タコってちょっと珍しいかも。あんま出てこないよね、タコはね。タコからいこうか。ちょっとボイルしてんのかな。噛みはすごい美味しい。コリコリしてる。マグロいただいてみようか。マグロは定番。マグロです。筋張ってなくていい。美味しい。柔らかい。美味しいです。大浦ぶどう酒。大浦ぶどう酒。乾杯。これはすっきり爽やかな感じだけど濃厚で、ちょっとねしっかりめに色をつけたい方なんですよね。ごまだれでいっちゃおうか。はい。さあごまだれ、黄いお肉ね、大きいね。すごい。うまっ。柔らかくて美味しい。タレもすごく美味しい。しゃぶしゃぶにしてよかった。これはいい、さっぱり食べられる。本当さっぱりしてるのが一番だよね。牛肉を一番さっぱり食べられるのはやっぱしゃぶしゃぶだよね。そうだね。します。うまそう。たけのこご飯がやってまいりましたよ。薄くスライスして大きいたけのこ。味がすごい染みてる感じだね。これはうまいわ。美味しい。味ががっつり染みてる。これはね、ご飯をがっつり食べるためのメニュー。そうだね。全体にこうそんなにおかずは多くなくて、品数は多くないんだけど、一品一品が濃厚だね、本当に。最初さ、すごくあっさり系の流れから来て、最後にガツンと来て、一気に仕上げに入るっていう感じだね。いや、これはね、小粒だけど、このしじみがね、小粒だけどちゃんと出汁出てるよ。デザートはお部屋で食べてもいいし、ダイニングで食べてもいいっていうことで、食べた後はもう部屋でゆっくりしたいからね。これパンナコッタ。スプーンも冷えてるね。とろけるようじゃないですか。ねえ。硬さがねすごいね。もっと硬いのかと思ったらとろとろ。美味しい。美味しい。果物もついてるよ。パンナコッタがちょっと甘いんで、こういうちょっと酸味のある果物と一緒に食べるといいかも。美味しい。美味しいですね。これはありがたいよね。残ったご飯をちゃんとこうやっておにぎりで夜食にしてくれるっていうのは。今日も美味しかったですよ。バランスがさ、全体的に良かったね。最初すっごい軽めで絶対ガンガンいけるって思ったんだけど、最後にガツンときてしゃぶしゃぶが美味しかったね。このほうじ茶をいただいて終わりますか。美味しい。ごちそうさまでした。食事の間に布団を敷いてもらいました。敷布団はね、結構厚さのあるマットレスが一つという感じで、これであれば結構柔らかいのかなというふうに思いますね。
お部屋からの朝の景色です。今日はね晴れてますので、中庭の景色がとてもいいですね。正面にはね桜の木があって、今もう時期は過ぎてるんですけども、結構ね大きめの桜なんで、これが満開になればね結構すごいのかなというふうに思いますね。今日は赤い温泉街で朝市をやってるというので、今から行ってみます。今朝の6時50分ぐらいですね。やっぱ食べ物が多いね。今日帰るんだったら絶対買うのにねえ、がっつり買うのに。500円玉を使った方がいい。ジュースとかってこういうのだったらね、買っててもいいよね。こういうの甘露煮じゃん。すげえ。なめこもある。ね、買っていきたいね。ね、買っていきたいよ。パンだ、パン。サンドイッチとか。美味しそう。煮込みハンバーグ。絶対今日帰るんだったら絶対買ってくんだけど。お餅だよ、つきたて餅。美味しそう。納豆じゃないこれ。納豆とかいろいろあるよ。納豆とか。白ごまです。朝つきたてなんですか？はい。じゃあ1個買ってこっか。これ何味？これが白ごま。こっちが納豆。じゃあこれを一つお願いします。はい。あっちは？あっち行ってみよう。人たちもいる。わあ、いいね、いっぱい。おまんじゅうとか売ってるよ。400円だって。安いね。これ、大丈夫。これ買ってこう。メダカ、すごいね、メダカ。シフォンケーキもある。すごい。それとあんまり息が良くて。はい、ありがとうございます。はい、どうも。すごいね。いろいろあるよ。お豆腐屋さんだ、ここは。安くめちゃくちゃ安い。すごい。すごい。直接こうやって。これで100円なの210円です。210円だって。いいね。ね。こっちとこっちは品種が違うんですか？同じなんだ。はい、ありがとうございます。500円の。はい。やっぱ売り切れてる、ほら。ね、結構売り切れてる。この辺売り切れてるんだね。こっち最終日にすればよかったな。なかなかね。わかんない。お部屋で朝食です。今日はもう朝から動いてウォーミングアップもできたね。ね、朝一行ってね。もう朝一もめちゃくちゃ安くて興奮しちゃった。ねえ。いただきます。さあ、美味しそう。これはもしかして温泉卵じゃない？いい感じ。いい感じの温泉卵。珍しいのかな？ロールキャベツかな？ロールキャベツのなんかミルク煮みたいな感じなのかね。なんか白いミルクじゃないのかな。柔らかい。中は鶏肉のつみれみたいなのが入ってるね。美味しい。ご飯も美味しい。シャキシャキだよ。野菜はシャキシャキ。このね、3種類のこれもまたいいね。ご飯が進みそうな感じの。これがいいです。なめこ汁いっぱい入ってる。大きいお椀に入ってね。大きいなめこ。サーモンか、鮭ね。美味しそう。手でいっちゃいました。これは確かに薄味の、レモンと合ってる。美味しい。でもさ、ここもチェックアウト11時だからゆっくりでいいよね。
お風呂入れてね、食事の後またお風呂も入れそう。やっぱあそこの源泉の近いお風呂がやっぱり一番、ね、そうそうそう。香りも香りが良くてね。良くて、あそこは絶対入った方がいいね。あと露天風呂も良かったね。あと一つの内風呂はこの部屋の風呂と似たような感じだった。ででーん。えへへへ。すごい。ほら、綺麗なちょっと固めのこのプルンプルンの感じがいいね。とろっとしてる。ほら、雪崩のように。いいね。いいね。硬いかと思ったらとろっとしてるね。でも周りはちょっとこう固めの感じで、割る時もすごいつるんと落ちたからいい。うまい感じ。ああ、黄身が濃厚で美味しいです。美味しい。やっぱこのとろっとした感じいいね。いいね。さあ、食後のデザート。朝一で買ってきたお餅。ね、白ごまと納豆あったんだよね。ちょっとウエットとか。美味しそう。美味しそうだね。ちょうどいい量。これで250円。つきたて、朝ついたって言ってたね。そうそう。朝ついたお餅ね。大きいね。大きいね。そう。ちょっと時間経っちゃったから少し硬さが出てるけど。でも美味しい。ちょうどいい量でいいね、これ。このぐらいあんまり食べられないしね。そうね。なんかね、このごまあんがね、ドロッとしてないの、さらっとした感じのごまあん。でもね、ちゃんと味がしっかりついてる。美味しい。美味しい。ごちそうさまでした。ロビーで座ってチェックアウトです。今回は1泊2食付きのスタンダードプラン。宿泊費は家族3人で96,000円でした。赤湯温泉松島間いかがでしたか？全8室、貸し切り風呂のみ、お部屋での食事、素晴らしいプライベート感を満喫できる宿泊でした。これからもいろいろな宿をご紹介してまいりますので、引き続きご覧ください。